こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナスとなっています。アークからの流出が目立ちますね。前日の大きい流入からマイナスとなっています。では FOMC とビットコインの価格動向に関しては、この後のチャートのところでまた話そうと思います。そしてイーサの方は相変わらず全体でマイナスとなってますね。で、一方、香港市場は、昨日は祝日となってましたんで、ETF は動きなしとなってます。で、またファンドごとでは、ブラックロックがビットコインに関する新たなレポートを発表したのが話題になってます。内容としては、ビットコインは依然としてリスクの高い資産として分類されるものの、パフォーマンスとしては、ここ数年でどの資産よりも結果を残していると。で、過去の資産とは比較することができない資産の一つになっていると、ポジティブな内容になってますね。で、他ビットコイン関連では、トランプ候補がニューヨークのパブキーバーでチーズバーガーを購入してビットコインで支払ったことが話題になっています。で、トランプ氏も購入後ですね、これはクリプトバーガーだと語って盛り上がったようですね。FOMC の話題で書き消されてますけども、ブールになると、こういう話題でもですね、価格に影響するんで一応取り上げてみました。ビットコインの価格は現在62,200ドルあたりを推移しております。発表された注目指標の方では、日本時間では本日午前3時頃ですね、FOMC の発表がありまして、結果としては、事前予想通りの 0.50% の利下げとなっています。で、また局員の19人のうち10人が年内さらに 0.50% の追加利下げを支持してたことも注目されています。で、この発表以降ですね、米金利も下落して、市場全体も一時的に上向きになったんですけども、その後3時半にパウエル議長の会見が行われまして、インフレの見解など様々なことが発せられたんですけども、全体的に見るとですね、経済は依然好調とか、労働市場の強さが維持できるとかですね、個人消費も堅調で、景気後退の兆候が見られないとかですね、高い寄りの発言が目立ちまして、これ以降また米金利が上昇して、米株各指数も上がった分前もした形で、米市場平常となっています。で、ビットコインも同じ動きになってるんですが、米市場平常後ですね、ビットコイン反発して、現在の62,000ドル台に回帰となっています。で、この件に関しては後ほどまた私の見解を述べようかなと思います。米国債金利は 3.723 を推移しておりまして、ナスダックが 19,344、S&P500 が 5,651、ダウ平均が 41,503、金ゴールドが 2,553 ドル、日経平均が 37,110 円、ドル円が 143.54 円となっています。個別株の方では、レクスシェアーズとタートルキャピタルマネジメントがマイクロストラテジーのレバレッジ ETF 立ち上げを発表しています。仮想通貨関連株は全体的にプラマイゼロあたりを推移してるんですけども、マイクロストラテジーはプラス 1.07% と若干プラスを記録しています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 5.78%、額としては332億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.3%、バイナスミはロングが 52.8% と上入りになっています。今後の指標としては、本日9月19日に、米経常収支、米フィラデルフィア連銀企業指数、トルコ中銀政策金利、9月20日に日銀政策金利、中国のローンプライムレート、9月23日に米 PMI、9月速報値などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、AI のデータセンターを支援するマイニング株に引き続き期待が持てるとか、バーンスタイラーのレポートが注目されています。昨日 FOMC 前の私の個人的な見解ではですね、事前予想がすでに 0.50% の利下げが期待されているんで、たとえ 0.50% の利下げが実際に発表されたとしても、サプライズ扱いになりづらいんで、オンチェーンとか、取引所の板帳形とかを加味しても、0.50% 以下の発表では上がりづらいんじゃないかという話をしました。で、FOMC の発表直後はですね、パウエル議長の発言の帳尻合わせも含めて、米株各指数も全盲した状態で、ビットコインも同じような展開になってるんですけども、ビットコインは米市場平常後上へ向かっています。で、これは個人的な見解ですけど、0.50% 利下げとか、パウエル議長の発言は織り込まれたんですけども、追加利下げの可能性がまた残された形になってるんで、その期待からリスクオン資産が優勢になって、その影響から6万ドルで弾かれるコースが否定されて上へ向かっているといった状況なのかなと思います。日本市場開場後もですね、日経平均も上がってるんで、そういうような見解が多くなりそうな気もしますね。なのでビットコインのチャートだけ見たら、何もなければ上は6万4000の攻防回帰を目指したいところですけども、本日以降も注目指標が並んでます。
近々では本日9時半にですね、米経常収支、米フィラデルフィア連撃景況指数、米新規失業保険申請件数が一斉に発表となります。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2390ドル、BTC 建ては 0.0385 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.83%、額としては108億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.6%、バイナンスミはロングが 73.7% と上売りになっています。イーサ関連の話題ではですね、Google クラウドがイーサ互換の RBC 導入を発表してたり、ビットワイズの CIO がイーサレムのコミュニティの雰囲気が厳しくなっていると、最近のイーサ界隈の内情に対して見解を述べたのが話題になってますが、価格に影響を与えるほどのインパクトにはなってないですね。ETF の状況も未だ改善されてないですし、イーサの BTC だっても FOMC 前とほぼ同じ水準をキープしてますけども、回復もしてないといった状況ですね。で、昨日に至ってはですね、そのドバイのトークン2024で、ビタリックはまた変な歌を歌っているのが拡散されてまして、もうイーサは終わりだと、いつも通りの絶望的な雰囲気になってました。チャートだけ見たら、ドル建てではそこを形成しそうな展開となってますが、BTC 建て、また内部状況を見てもですね、未だ厳しい展開が続いているのかなと思います。上は BTC 建てでは 0.04 の攻防に回帰できるかどうか、ドル建てでは2500の攻防に乗れるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。英国のリボルトがステーブルコインの発行計画を発表しています。英国大手フィンテック企業からの発行ということで、注目されてますが、現時点では米ドルのステーブルなのか、ポンドステーブルなのかは不明と。で、またリボルトは過去にですね、米国の規制から米国での仮想通貨事業を撤退してるんで、今回の提供も英語圏のみに限定される可能性があることも指摘されてますね。あと他ステーブル関連では、元コインベースのメンバーによって立ち上げられた取引所がついに発表されまして、取引所の名称は TrueX、そしてペイパルの PYUSD ペアでの取引を採用することを発表して話題になっています。で、現在仮想通貨界隈では USDT のほぼ一強状態となってまして、各取引所もですね、主要取引は主に USDT だってとなってるんですが、この TrueX は PYUSD を最初のデフォルト通貨として採用しています。先日も USDT のシェアが未だに拡大し続けている件を取り上げましたけども、ステーブル市場の覇権争いに変化が出るのか注目ですね。あと他では、ボーダレスキャピタルが1億ドル規模の DP ファンドの立ち上げを発表してたり、ビットスタンプがオーストラリアでの事業拡大を予定してたり、AI 市場の独占を防ぐために DAIS と呼ばれる分散型 AI 協会が立ち上がってたり、SEC が DeFi のラリーキャピタルを詐欺容疑で告訴したことなどが話題になっています。ここ最近ほぼ毎日ですね、SEC の告訴が話題になってますね。あとここからアルト関連になります。トンがビットゲットとフォアサイトベンチャーズから3000万ドル相当の出資を受けたことを明かしています。ハムスターコンバットやノートコインなどタップトゥアーンの開発を強化するための投資とされています。で、この3000万ドル相当の投資は、トン財団から買ったり、市場で買い集めたりしたものではなくて、とある複数の大口から直接トンを購入して投資したとされてますね。トンよりも時価総額の低いノットの方が比較的強くなってます。ノットの価格は現在 0.0078 ドル、BTC 建てはプラス 2.5%、時価総額は94位ですね。昨日もトンとカーブの提供を取り上げましたけども、ファンダが立て続けに出てます。テレグラム勢の躍進が続くのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では、モジュラー系のヘミネットワークが1500万ドル調達、AI ヘルス系のクーディスが500万ドル調達、AI データ系バナが新たに500万ドル調達、プライバシー重視チェーンと呼ばれているアレオがメインネットローンチを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。